こんにちは。母の日のプレゼントをそろそろ考えようと思い、母にリクエストを聞きました。そしたらこういうのが欲しいと既製品の URL が送られてきたので、その商品情報を元に製図して編んでみることにしました。製図は初めて使うソフトですが JW、CAD、商品ページにあった情報はこちらです。この値を元にマーガレット・ボエロの製図をしていきます。まずは袖口幅13センチとあったので、両端に26センチの線を引きます。この寸法の単位知らないんですけどね。袖のゴム編みはこの時は8センチで考えてたので8センチで引いてます。後々幅広すぎるなと思って4センチに変更しますが、それは口述。続いて身幅64センチ、着丈52センチという情報から後ろ身ごろ部分を描いています。襟の高さ8センチなので、襟と裾の幅8センチずつを52センチから引いて36センチ、幅64センチ、高さ36センチの長方形を中心に置いていきます。袖のゴム編み部分と直線でつないで袖を描きます。あれ？計算ミスしてたので戻ります。長方形の高さを間違えてましたね。最後に襟と裾のゴム編み部分を付け足して、完成です。長さを書き込んでみました。先ほど間違えた袖のゴム編みの長さは 4cm に修正しました。ゲージを取って段数と目数を計算した結果がこちらです。理論上これでうまくいくはず。あとは実際に編んでみてですね。実際に編んでみてうまくいったらまた動画にします。続いてレクチャー動画のリクエストをいただいたニットキャミです。編み方メモの動画は出していたのですが、詳しい解説はしていないのです。あんまりニットキャミって需要ないのかなと勝手に思っていたのですが、リクエストのコメントが2個ついてたので、編み方動画を作ってみようかなと思いました。今回は缶や水を起こすところまでです。T シャツに合わせて着ると可愛いので、初夏までには編み方動画を作りたいと考えてます。最近仕事が忙しくて編み物の時間が減ってしまってるので、もしニットキャミの編み方を待っている方がいらっしゃいましたら、気長にお待ちいただけると幸いです。
さて、今は身ごろの下の部分を作っています。ここは輪で編むところなので丈の調整もしやすいです。今回は以前の動画で編んだキャミのサイズを参考に書いてます。自分用のサイズで編んだので S サイズくらいかなと思います。レクチャー動画にするにあたって M サイズ用の計算もやってみようかな。身幅36センチ、輪で編む部分が23センチ。ここからしばらく2等分線を引こうと頑張ってます。いいやり方が分かりませんでした。丈が34センチです。ストラップの部分は含んでません。右に同じ図形を作ります。あとは余計な線を消して完成です。先ほどの図にサイズを書き込んでみました。左がオリジナルのサイズ、右は市販のニットビスチのサイズを参考にしたサイズです。 M サイズやフリーサイズのものを参考にしました。ニットキャミとかビスチェってぴっちり目にきたり、 T シャツの上にゆったり目にきたり、好みが分かれますよね。私はあまりぴっちりしないのが好きです。ゲージから目数と段数を計算するとこうなりました。以前の動画で編んだ実物も同じ模様数、ダンスなのでおそらく机上の空論ではなく思った通りに仕上がるはずです。さて、今日はここまで。こうやって頭の中では出来上がってるけど編めてないものがたくさんあります。少しずつでも編んでいって動画にしていきたいと思いますので、頑張れと思った方はぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではでは、バイバイ。